はい、皆さんこんにちは。ゆりんちの日本語ポッドキャストです。今日もこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。このチャンネルでは皆さんの友達になれるような日本語のポッドキャストをお届けします。自分のレベルに合わせて再生速度を変えてお聞きください。今日は8月4日月曜日です。皆さんは自分の名前についてどう思いますか？気に入ってるとかあんまり好きじゃないとか、中には改名、名前を変えることをした人もいるかもしれませんね。名前は自分で決めることができないので、いろいろな意見があると思います。はい、今日のテーマは日本人の名前についてです。外国人の名前って覚えるのが大変じゃないですか？私はシンガポールに短期留学に行った時、いろんな国の子がいて覚えるのが大変でした。でも外国人の立場からすると、日本人の名前も覚えにくいのかなって思います。今日は日本人の名前はどんなのがあるかなっていうのを知ってくれたら嬉しいです。まず皆さんは日本人の名前で思いつくのはどんな名前ですか？有名人だと野球選手の大谷翔平とか、俳優の木村拓哉とか、TWICE の日本人メンバーのミナ、サナ、モモも知っている方が多いのかなって思います。皆さんも知っていると思いますが、日本人はみんな名字と名前を持っています。大谷翔平だったら大谷が名字で翔平が名前です。つまり大谷翔平のお父さんとお母さんも大谷です。名字は基本的に漢字で、名前も漢字を持っている人が多いですが、ひらがなだけの人もいます。外国人の名前はカタカナで書きます。日本人の名字はなんと約30万種類もあるそうです。お隣の国の韓国では280種類だそうです。日本で一番多い名字と言われる佐藤さんでさえ全国の 1.5% くらいです。なので名字の種類は多い方だと思います。名字は家族みんな一緒ですが、結婚すると男女のどちらかの名字に揃えます。現在は 95% くらいの人が結婚すると女の人が男の人の名字になるそうです。そして子供を産むと子供の名前をつけます。漢字の意味とかを考えて名前をつけます。こういう子に育ったらいいなとか、夏に生まれたから夏という漢字を使おうとか、いろんな理由からつけられます。流行りの名前もあります。去年生まれた赤ちゃんの名前の中で多かった名前のランキングも発表されています。女の子はサナ、エマ、メイという名前が多く、男の子はハルト、ミナト、リクが多かったそうです。私の周りの友達もメイちゃん、ハルトくん、リクくん実際にいます。でも時代とともに名前は変化しています。例えば
鬼滅の刃、見たことがある人も多いと思いますが、主人公の炭治郎って名前は今じゃ聞かないです。日本中を探せばもしかしたらいるかもしれません。でも私はこれまで生きてきて実際に聞いたことはありません。鬼滅の物語の設定は大正時代という1900年頃のお話です。この時代には実際に炭治郎という名前は多かったそうです。このように昔と今では少し名前の変化があります。他のアニメだとハイキューとかコナンに出てくる名前は比較的実際に使われている名前が多いと思います。ハイキューの日向翔陽、コナンの工藤新一、このように男の子の名前は2文字から4文字が多くて、女の子の名前は2文字か3文字が多いような気がします。あとキラキラネームの話もしたいです。キラキラネームって聞いたことありますか？これは特殊で珍しい名前のことです。例えば漢字の読み方が本当の読み方じゃない読み方で、愛という漢字は読み方が愛で、ラブという意味ですが、これを愛と書いて読み方はラブと読む。ラブちゃんのように珍しい名前のことをキラキラネームと言います。珍しいのでこれがいじめの原因になることもあります。なので何年か前から問題になっています。光る空と書いてピカチュウと読むような名前もあります。皆さんは自分の名前がピカチュウだったらどう思いますか？いろんな意見があると思います。私はいくら親がつけた名前だからといってもピカチュウは嫌だなと感じちゃいますね。皆さんの国ではどうですか？日本以外にもキラキラネームがあるのか気になります。さあ、今日はこのように日本人の名前についてお話ししてみました。名前を覚えるのは大変かもしれないけど、私は外国人の名前は一度で覚えることができないので、メモをして何回も見て覚えています。日本人の友達がいる人は、その人の名前の由来について聞いてみると面白いかもしれません。それでは次回のポッドキャストのテーマは、日本人は友達と遊ぶとき何する？についてです。例えば友達と休日に会ったら何をすることが多いのか、リアルな若者の遊びについてお話ししたいと思います。今日も日本語の勉強お疲れ様です。ここまで聞いてくださった皆さんありがとうございます。この動画が良かったと思った人はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。あと、こんなテーマで話してほしいなどの意見があればコメントの方で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。